皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。今回はね、前回の続きで、海のねすぐそばにある遊歩道西緑地というところをすべてね、歩いていこうと思います。で、山の中やなこれ完全に。海のすぐそばじゃないぞこれ。今回のこの西緑地なんですけども、前回のポートアイランドをね、南北に貫く遊歩道の、続きとしてねあるようなところなんでね、そちらを元気よく参りましょう。こちら神戸市の、緑地ですね。遊歩道はあるんですが駐車場までしかないみたいなんで、こちらは、飛ばしたいと思います。奥の方ね、ガントリークレーン、別名キリンというねガントリークレーン白と赤のねあります。もうすぐ目の前が海ですね。であちらにね遊歩道がありまして、あちらをね、歩いていきたいと思います。で今回は西緑地というところをね歩いていくんですが、昔ね、神戸空港の方にポートライナーで走って行ってた時に細長いね、遊歩道みたいなのがありまして、でこれがねどこまで続いてるのかなと思って見てたんですけど、途中はね車とか入れないようなところであるとか、遊歩道のところも工事かなんかしててね中の方入れなかったようなんで、今回は工事がね、終了したようなので、こちらの方もねゆっくりと見ていきたいと思います。どれぐらいの、距離があるのかというのね。で目の前のね遊歩道に関しては歩道の一本中に入った遊歩道なので、こちらはね距離の方はカウントはねしないのかと思いますんで、またね西緑地の方入りましたらしっかりとね距離の方とだいたい時間どれぐらいかかったのかっていうのを見ていきたいと思います。それでは参りましょう。はい、それでは、こちらのね駐車場ドッグランのところからこうね行きましょうか。こんな感じでねいい感じのところなんですよ。なんかこれだけ見るとね、遊歩道というよりもただ単なるね歩く道路のような感じですよね。アスファルトでね舗装されててね、でこの左側にねちゃんとした道路に面した歩道がございます。はい、こちらですね。計算科学センター駅北緑地となってますね。こちらが公園ですね。で向こうの方に見えてるのが、ポートライナーの計算科学センター駅と、あとそのね左側に広がっているのが神戸動物王国ですね。でこのね奥の方またね、緑地があるんで行ってみたいと思います。その前にねこちらの芝生広場をちょっとうろうろしてみたいと思います。こちらもね、神戸市の公園というかね、緑地帯ですね。なんかコブのようなね丘がねちょこちょこありますね。なんかいいところですね。あちらのね、ビニールハウスみたいなところ、あれが神戸動物王国ですね。でその奥、高架のところにね建物があるのが、あちらが、計算科学センターの駅ですね。でこちらの方がちょっと道路が広くてね信号があるんで、こちらはね、計算には入れないようにします。で今回ねお約束ごととして、信号のある横断歩道は、遊歩道としてねカウントしないということを
お約束事として決めていきたいと思います。なので、こちらの、横断歩道、渡ったところから遊歩道のカウントをしていきたいと思います。今、ただいまね、神戸空港行きのポートライナーが行きましたね。で、もう少ししましたら反対側ね、三宮行きのポートライナーが上を通りますね。なんかここ薬品というか化粧品というかそんな香りしますね。このポートライナーの2期工事のところっていうのは、医療関係であるとか航空機関係であるとか、あと化粧品ですね。そういう企業が多く入ってます。あと交通面もあるんで、この奥はね、新規バスの車庫がありますね。新規バスがたくさん止まってます。で、その先、金網がありまして、日だまりみたいになってるんですが、この左側がね、スカイゲートブリッジということで、神戸空港へ渡るための橋があります。すごくね、橋ができるんですけども、橋が渡ってまして、もうすぐ目の前がね、海なんですね。で、この西緑地が海のそばにある、緑地というかね、遊歩道というか、いうところなので、非常に景色が良くて、散歩するにはちょうどいいところという感じですね。ただ、場所的にね、駅から結構離れてるんで、行ったはいいけど帰るの大変っていうこともあるんですね。はい、ここから西緑地ですね。なんか目の前変なオブジェがありますけど、なんかアンモナイトのような、ヤドカリのような、ヤドカリですかね、これアンモナイトじゃなくて。で、ドーナツの中にね、あちら、西緑地となってますね。で、ここから西緑地スタートです。目の前たくさんね、トレーラー止まってますけど、あちらはトレーラー専用の道路になります。でね、奥、橋のように見えてるんですが、あちらがスカイゲートブリッジというね、神戸空港に向かうための、橋ですね。はい、それではこちら行きましょうか。で、この下ね、休憩所あるんで、一旦休憩してから行きましょうか。で、このポールのようなところは、ソーラー電池がついてましてね。で、夜はここは光るということですね。で、この上にソーラーパネルがあったんじゃないかな。
ないか。はい、ここテーブルと椅子がありますね。で、休憩せえへんのかい。で、右の奥の方、ポール立ってまして、あちらはね、地上を、通る遊歩道になってるんですが、あちらはね、変わり映えがしない歩道になってるんで、あそこはもう今回はパスしましょう。左側階段があるんで、階段を登って西緑地を行きましょう。なんか矢印ありましてね、港島ウォーキング&ランニングロードとなってますけども、こちらがね、三宮のね、港の森公園からずっと続く、遊歩道になってますね。で、途中ね、ポートアイランドを縦断するね、遊歩道っていうのを前回ね、お送りしてきましたけども、その続きがこちらということですね。あちらが、計算科学センター駅と、あと、神戸動物王国があるので、そこにつながってるっていうことですね。ここから一気に景色が、抜けるんでね。奥に見えてるのが神戸空港です。はい、こんな感じのところが西緑地ですね。公園なのか遊歩道なのか、いまいち定義づけが難しいですが、遊歩道でしょうね。公園ではないですね。結構高いところ登ってるでしょ。椅子もあったり、ここに椅子にね座ってのんびりとするというのもオツではないでしょうか。はい、左側に見えてる神戸空港なんですけども、航空機のね、離発着はそんなに他の空港に比べると少ないんですよね。1日のね、離発着の制限がかかっておりますんでね。で、下はこれね、コンクリートです。だから下結構硬いんですよね。すごくいい景色でしょ。で、ここからね、道が降りていきまして、次のね、山のところから松林が始まります。多分ね、神戸空港がもう少ししましたらね、切れるので、風よけに作ったものだと思いますね。で、ここに駐車場があるんで、ここに止めて、このね、西緑地歩くっていうのもいいと思います。で、こちらね、神戸市が管轄してるんで、1時間160円ですね。結構リーズナブルに、車をね、ここに止めて、公園内というか緑地内をね、のんびりすることができます。で、これね、まっすぐ行くと緩やかなスロープを登っていくんですが、この左側のね、階段を一気に登っていきたいと思いますね。一気に景色がね、開けるんでね、で松がね、生えてますね。ススキがいい感じで穂が、ススキって秋じゃなかったっけ？もう新春ですよね。ほら、景色抜けましたね。いいでしょう。遊歩道と奥に明石海峡大橋が見えてます。あと淡路島ですね。
上なんかレーダーが回ってますね。あれは何だろうか。また後で調べてみましょうかね。あ、海上保安庁ですね。海上保安庁の海上をね、監視するレーダーですね。で、目の前にも海がね、見えてきたんで、こちらで、西の角ですね。で、神戸空港の奥にね、橋のように見えてるの、あれがね、誘導灯ですね。飛行機が着陸するときに、橋がね、ピカピカって光ってね、飛行機この、線上というかね、このライン上で降りてきてくださいっていうね、誘導灯ですね。はい、神戸港のね、赤灯台と白灯台が見えてきました。で、真正面の奥が、兵庫の町ですね。で、右奥が、神戸のハーバーランドですね。右奥というか、赤灯台と白灯台の間ぐらいの奥ですね。で、右の立派な建物、なんかホテルのようなね、あちらが、ガスコンロとかで有名な、岩谷ですね。カセットコンロとかで有名ですね。結構ね、アップダウンが激しいんですよね、ここね。で、完全下の方まで降りちゃうと、防波堤があってね、海とか向こうが見えないと。で、上の方に上がると防波堤よりも高くなるんで、景色がよく見えるということですね。ここタバコのポイ捨てとかしたらよく燃えるだろうな。絶対やったらダメですけどね。はい、こちらちょっとした展望台みたいになってますね。神戸空港の誘導灯ですね。で、明石海峡大橋と、奥の方がね、ハーバーランドですね。道路があって、道路の向こう側、カーブの奥にね、高架みたいなのがあって、建物がある。あちらが、計算科学センター駅ですね。ということは、それだけしかまだ来てないのか。まあ、この西緑地がどれぐらいの距離があるのかっていうのがまだわからないんで、あとどれぐらい続くんだろう。はい、目の前ね、下降りてまして、下側のね、周回路と、道路とね、つながるような感じになってますね。ただ、道路とは完全にはつながってないようです。あれ、お手洗いか。お手洗いですね。
どうやって行くんだろう。開けれないことはないけど、なんか怖いし、向こう側から行けるのかな。こちらのお手洗い、反対側のね、道路に抜けれなかったんで、お手洗いは使用できなかったですね。はい、じゃあさらに進んでいきましょう。はい、一旦ここで休憩しましょうか。はい、一旦休憩しましょう。よっこいしょっと。はい、それでは、散歩再開しましょう。もうそろそろ一期工事のところの堤防が出てくるんですよね。だからこの遊歩道ももうそろそろ終わりじゃないかな。それにしても長かったな。はい、目の前にね、堤防が、一期工事のところの堤防が見えてきたんで、多分もうそろそろ終わりじゃないですかね。この先は、中古車のね、積み出しの港があるんで、そこまで遊歩道があることはないと思うんですけどね。ジャンボフェリーが出て行ってますね。まだ続くな。どこまで続くんだこれ。今度は完全に森の中入ってるような感じですね。海のそばの緑地とは思えないですね、これ。ここだけの景色切り取ったら、これほんと山の中っすよ。山の中やな、これ完全に。海のすぐそばじゃないぞ、これ。目の前金網が見えてきたんで、今度こそ完全に終わりでしょう。これね、松葉が落ちててね、これって完全に山の中でしょ、これ。ねえ、この景色どう見ても。はい、コンクリートに道が変わりましたんで、これで終わりですね。はい、目の前ね、堤防が見えたんで、これで終了ですね。し
かし長かった。何キロある？ 2.3 キロぐらいある？今回の西緑地、遊歩道は約 2.7 キロほどございまして、信号の横断歩道を渡ったところのからのね、距離です。で、西緑地だけ、海岸までね、出たところ、西緑地だけでは 2.5 キロございました。時間は約45分ほど歩いてまいりました。結構疲れましたが、景色が良かったんでね、程よい疲れかなという感じですね。はい、今回は、前回の、ポートアイランドを、縦断するね遊歩道の続きとして西緑地の遊歩道をお送りしてまいりました。今回のね、遊歩道いかがでございましたでしょうか。今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価グッドボタンですね。それとよければね、コメントなどいただきましたら大変嬉しいですし、これから動画のね、作成の、意欲にもつながりますので、よろしくお願いいたします。それではまたね、皆様と次回お会いできることを願いまして、さよなら。